こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、月5万円をゼロから副業で僕が始めるとしたら、何から始めるかについて解説したいと思います。まずですね、将来が不安だとかですね、お金を稼ぎたい、そう思ってる方いっぱいいらっしゃると思います。僕自身ですね、そういう風にお金を稼ぎたいって昔思ってました。ただ実際ですね、何から始めていいのか、どうやってお金を稼いでいいのか、すごい悩んだ時期がありました。今日はですね、自分自身サラリーマン時代に副業ですごい悩んだ経験をもとにですね、実際にじゃあ何がおすすめなのか、僕だったらもう一回やり直すんだ、何からするのか、具体的にどうやって始めるのか、今ですね、副業で月数百万円稼げるようになった僕はですね、わかりやすく解説していくので、ぜひですね、これから副業やってみたい、そう思われる方はですね、最後まで見てみてください。やり方をすべて解説しています。で、まず、やっぱですね、副業に興味ある方すごい多いんですよね。なので、この動画見てくださってる方も興味ある方多いと思います。やっぱり会社だけでは安泰と言えなかったりとかですね、終身雇用制度が終わってしまった。またですね、給料が上がらなくなってしまう。そういう風にですね、将来を不安している人が多いです。で、お金を稼ぎたいと思っても、やっぱりね、なかなか給料って上がらないので、給料上げるよりも副業やった方がですね、絶対手っ取り早いので、副業をやってみることはすごい僕はお勧めしてます。で、会社と違う能力を磨くことでですね、スキルアップするといいと思います。僕自身研究開発やっていたので、不動産だとかですね、ブログ、YouTube のスキル、ほとんど関係ないジャンルから、やってますんで、そういうのはね、関係ないです。ただ、サラリーマンでちゃんとね、しっかりして、仕事している能力があれば、他にもね、生きる可能性があるので、本当ですね、自分はやったことないからできない、そう思わないでください。ぜひですね、挑戦してみてほしいです。で、サラリーマンをやりながら副業をですね、やってきた僕の見解をですね、解説していきたいと思います。で、まず、なぜ副業を始めるのか、これね、すごい重要なので、よくですね、イメージしておいた方がいいです。将来どんな人生を送りたいかとかですね、そのためにいくら必要なのかとか、そのためにどういうスキルが必要なのか、そういう夢を持ってですね、まず、じゃあ、どれぐらいから始めようか。そういうことについて自分自身でですね、目標から逆算するのがすごい重要になります。で、その目標のために一歩ですね、もう今日から2020年、もうすでに今日から動き始める。それがすごい重要ですね。で、目標を立てれば夢が叶うって動画出してるんで、これ詳細欄貼っておくので、ぜひですね、見てみてください。で、まず副業を始める上にですね、二つ副業、労働収入と資産収入があるので、どっちをやるのかっていうのについて大きく考えておいた方がいいです。で、労働収入はですね、自分が働かなきゃいけない、仕事で、アルバイトであったりだとかですね、コンサルティングとか、あとプログラミングとかライティングとかですね、そういった仕事は自分が動かなきゃいけないので、これは労働収入型になります。ほっといたら勝手になるわけではないですね。で、資産収入型はですね、こっちは、なかなか稼ぐのは難しいんですけれども、一回資産築いてしまうと勝手に入ってくるっていうので、ブログとか YouTube とかですね、株とか不動産とか、そういったものは何もせずに勝手に入ってくるのがあるので、どっちがいいのかっていうのはですね、よく考えておいた方がいいです。で、手っ取り早いのは、労働収入型になりますので、両方ですね、今日紹介していきたいと思います。で、まず1年後にですね、とりあえず5万円ぐらい月稼げるようになる。そこをですね、まずの目標として、それぐらいであれば、比較的、簡単に実現できるレベルではあるし、またですね、具体的に5万円増えればですね、いろんなことを、それをまた再投資使ったりとか、いろんなことができるので、まずこれぐらい目標にするのが現実的かな、というふうに僕は考えてます。で、まずですね、労働収入型でやるとしたら動画編集ですね。今一番熱い副業ですね。で、特にやっぱ YouTube ですね。この動画とか見てくださってる方も YouTube の勢いってすごい感じてると思うんですけども、YouTube を編集する人のがですね、全然足りてないですね。なので、高い単価でですね、できるっていうのがあるので、かなり稼ぎやすいと思います。で、時給換算がすごくいいので、月5万円ぐらいであればですね、簡単に動画、いけると思います。なので、今はまだですね、需要の方がですね、供給よりもあるので、本当に比較的稼げるし、またですね、YouTuber は儲かってるんで、編集にお金出してもね、それがペイできるぐらいの動画であれば、かなり高い単価ですね、やってくれるような人も中にはいます。なので、本当に腕のいい編集者はね、単価も上がるって。腕がいいって何かっていうと、見てる人を引きつけるようなね、再生回数が伸びて視聴時間が伸びるような編集ですね。なんかテクニックがあるとかじゃないですよね。テクニックだけね、ぐちゃぐちゃ動かしゃいいってわけではなくって、やっぱり面白くして、よりですね、動画の中身を理解して、ここを引き出させるようなですね、そういう編集が僕はすごい、効果があるかなと思ってるし、この人に編集任せればですね、動画が伸びるってなると、絶対売れっ子になるんで、1本ね、数万円、3万、4万、5万ぐらいは多分取れるんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、時間労働になってしまうんで、そんなにね、むちゃくちゃ死ぬほど稼げるかっていうとそうではないので、そこは注意が必要ですね。で、デメリットはですね、今言ったみたいに労働収入なので、動画を自分で編集しなきゃいけないですし、
今後ですね、どんどん自動化 AI とかで字幕が勝手についたりとか、編集もですね、カットを勝手にしてくれるとか、どんどんやっぱ進んでいくので、その編集するだけのですね、スキルっていうのはどんどん廃れていくと思います。なので人をこう面白くさせるコツだとかですね、そういった付加価値を与えれるっていうのがすごい重要になってくると思いますね。で、最初はちょっとパソコンが、動画の編集ってパソコンの性能が必要なので、普通のノート PC とかだとダメな場合があったりとかするので、その辺はですね、ちょっと初期投資がかかる可能性がありますね。で、やっぱこう、編集者が増えると稼げなくなるっていうのがあるので、そこは覚悟の上で、ただまだ今はすぐにで稼げなくなるっていうのは全然見えてないですし、その編集の腕磨いて自分自身も YouTuber としてやるとかいいと思います。実際にですね、この学さんの動画とかで、このカフ太郎さんっていう方が、サラリーマンやりながら月に30万と50万ぐらい稼がれたりとかしているので、そういうふうにですね、で、さらに自分でですね、編集者をこう下請けみたいなの作って回したりとか、そういう工夫されたりとかしているので、ぜひですね、動画編集で自分がやらなくてもすぐ仕組み作ったりとか、興味ある人はぜひ見てみてください。詳細欄貼っておきます。あと、これもね、ウェブの作成とかでプログラミングで、これもね、もう一回自分がやるんだったら面白そうかなと思ったりとかしてますね。ウェブ系の仕事って結構やっぱクラウドワークスとか結構転がってるんで、いろいろあるので、ウェブのですね、作成っていうのはですね、そこそこ稼げるかなと思ってます。なので、PHP とか CSS とか WordPress とか、この辺結構簡単な言語であるんで、難易度はですね、そんな高くないんで、結構コピペしたりだとか、あんまり分かってなくても意外とですね、こう、表示されたりするんで意外と分かるんですね。なんか僕らの時代で言うとね、C 言語みたいな黒い画面でなんかこうね、ひたすらコマンド打つっていうよりもなんかウェブの画面出しながらデザインしていくみたいな、そういったもので、あと、プラグイン組み込んだりとか、比較的ですね、難易度は高くないと思いますね。で、クラウドワークスとか住宅できるんで、意外とですね、稼げるかなと思います。ただこっちの難易度は高くないんで、そこまでですね、もうむちゃくちゃ儲かるかっていうと、そこまで儲からないかなっていうところあるんですけども、ただこの辺、ウェブから入り口でですね、もっと複雑なものやったりとか、自分自身でサービス作ったりとかできるんで、それはそれでスキルアップとしてはね、すごい面白いかなと思ったりしてます。これもね、学さんとかがすごい得意分野としてて、アルバイトするよりもプログラミングの稼げるよとかですね、プログラミングで月30万ぐらい稼ぐ方法とか動画出されてるんで、これ勉強したらするのがいいのかなと思います。これは本当にプログラミングっていうよりも本当はウェブの制作の初期みたいな感じなので、これむちゃくちゃ技術力は作っておけなくって、ただ需要があるんで、そこそこ稼げるかなっていう僕の認識ですね。本当でっかいプロジェクトで転職するような能力とか言うとまたちょっと違ってくるので、その辺をちょっとですね、いろいろ勉強した方がいいと思います。何をやるのかっていうんで。あと、物販とかセドリとかですね。物販、セドリとか物販はですね、意外とやっぱ人気があって、未だにやっぱ王道ですね。やってる人多いですね。安く仕入れて高く販売するっていうので、転売ですよね、転売。なので、かなり、仕入れがすごい重要ですと。で、月5万ぐらいだったらですね、比較的稼ぎやすいみたいですね。自分はやったことないので、やったことないんですけども、いろんな人の動画見たりとか勉強したりすると、これぐらい稼げそうですね。で、やっぱり市場の歪みを見つけるっていうので、安くね、何がその市場よりも安く買って、例えば店舗でですね、ヤマダ電機安く買って、アマゾンで高く売るみたいな、そのですね、そのギャップを見つけるのがちょっとコツっていうか、そこは全てですね。で、逆に言うと何が安いのかっていうのをバレちゃうと、みんな真似しちゃうんで、そこ何が安いのかっていう、この見つけるのは自分で、頑張って見つけなきゃいけないみたいですと。なので、やっぱ仕入れが全てなので、そこがですね、すごい重要そうかなと思います。で、僕自身やるかどうかっていうと、ちょっと発送作業とかめんどくさそうなので、今すぐには全然やらないですし、時給、これも本当にまずは労働になっちゃうしですね、そんなに爆発力あるわけではないんで、今はやらないんですけども、ゼロからやるとしたらこういうのもやってみてもいいかなっていうふうに思ったりしてますね。僕自身セドリの経験、このめんどくさい作業とか嫌いなので、やったことないですね。で、もしやりたかったらですね、両学長が、楽天ポイントセドリとかですね。あとセドリで月100万円アップする方法とか解説していて、いろんなツール入れてですね、このブックオフで安い本見つけたりとかですね、ドンキホーテで安いもの見つけたりとかして、それが Amazon でいくらで売れるかとか、そういう調べるツールとかの使い方とか分かりやすくこっちで解説されてるんで、ぜひ見てみて、興味ありそうだったらやってみるといいと思います。で、ここまではですね、労働系で、自分がですね、働かなきゃいけないやつですね。その働かなきゃいけないんですけども、それを最終的には仕組み化して自動化するっていうところもあるので、それにしてはまずは自分でやらなきゃいけないっていう労働系の紹介になります。で、ここからはですね、僕どちらかというとこっちは資産系の方が得意で、こっちが僕の専門ジャンルになるので、こっちの方がより詳しく解説できると思います。で、まずですね、おすすめはやっぱブログはいいですね。ブログで稼ぐのはやっぱおすすめですね。
で、まあ、ブログで稼ぐって何っていうのはなかなかイメージ湧かないと思うので、ちょっとわかりやすく解説するんですけども、ブログ自体はですね、簡単に始めることできるんで、まあ、どうやって始めるかっていうと、まずはね、ドメインっていうのを取っといた方がいいですね。例えば僕のブログで言うと、もふもふインベスター .com っていうのが、まあ僕の住所みたいなもんで、ここ入れるとですね、僕のサイトに飛びますと。で、これはね、年間1000円ぐらいで取れるんで、これ取っといた方がいいですね。まあ取らなくてもできるんですけども、ここに財産が溜まっていくようなイメージなので、これがないといくら頑張っても、なんか吹き飛んだりするかもしれないんで、これはね、ほぼ、年間1000円ぐらいかかるんですけども、絶対取っといた方がいいですね。あとブログは、まあ別にハテナブログ、無料のブログとかでこのドメイン使えたりするんで、まあそれでもいいですし、自分でサーバー借りてワードプレス入れてもいいです。僕はこっちやってますね。これだと年間1万円ぐらいかかったりするんですけども、でもまあね、サラリーマンやってる人だったら1万とか2万ぐらいは多分普通に出せると思うんで、初期投資としてはまあそんな安い方かなと思います。あとブログ、何を書くかってテーマ決めといた方がいいので、ブログで書くテーマを決めてですね、まあ大体人に役に立つことがおすすめですね。ひたすらね、人の恨みを書くようなところではなくって、なんか人の困ってる人のですね、こうなんかノウハウ、なんか役に立つみたいな、そういったジャンルがおすすめですね。僕で言うと不動産投資だとか株式投資とか、投資の情報を発信してるんで、まあ不動産投資の始め方どうやって勉強すればいいかとブログで書いたりとかやってるんで、まあそういうなんかね、役に立つ記事がおすすめですね。で、基本的にブログって検索から来ることが多いので、その人がですね、調べるキーワードを考えて記事を書くっていうのが王道ですね。不動産投資サラリーマンとか、不動産投資始め方とか、どうやって始めればいいのかっていう人に向けて、で、前もちょっとYouTube のやつでやったペルソナ、どういう人が不動産投資を、どういう人が見たいかっていう、どういう疑問を持ってるかっていうのをですね、書き出していって、まあ、それをですね、役立つ情報として発信すると、まあ、それはですね、自然と評価が上がっていって、まあ、アクセスが集まる。そういうイメージになってますね。で、検索でまあ人が集まることで広告の収入が入るっていうのが、ブログのすごいいいところです。で、まあ、これはですね、ブログでどうやって稼ぐかっていうことなんですけども、まあ大体ですね、月5万円ぐらい稼ぐためには、これはまあブログの内容にもよるんですけども、大体1日3000人ぐらいですね。月に10万人ぐらい来れば、月5万円ぐらいはですね、簡単にいけるレベルだと思います、余裕で。まあ、自分の今サイトはですね、月にだいたい10万人ぐらい来てるんですけれども、まあ、それでも、月に100万円ぐらいいけたりとかしているんで、そのやっぱこう、なかなか人数だけで簡単に、表せられるもんではないんですけども、まあ、目安としてはですね、10万人ぐらいいけば5万円ぐらいは月稼げるかなってイメージですね。で、ブログにですね、まず検索とか、まあ、YouTube とかですね、SNS、Twitter とか LINE アットとか、まあ、いろんなところブログに呼び込みますと、まあ、メインはやっぱ検索になるんですけども、で、人が来たら、そこでですね、なんか広告が出てると思うんですけども、まあ、それクリックしてもらうと、ワンクリックあたり10円入ったりとか、広告の内容によるんですけども、お金入るっていう、このアドセンスで仕組みがあったりとか、あとまあ僕のサイトで言うと、本とか売ってたりとかするので、不動産投資の本を買ってもらったりすると、まあ3% ぐらいですね、僕がもらえたりとかしますね。なので、この2つでだいたい4、5万ぐらいは月入ってきてるんで、この僕のブログだと。なので、これ2つだけでもかなり売り上げありますし、あとアフィリエイトですね。自分のページから何か申し込みとかしてもらえたりとかすると、もっとお金もらえたりとかして、ここは結構僕収入でかいですね。だからそういうふうに、まずは人を呼んでですね、役立ちを発信して、で、まあ役立つものをですね、紹介して、まあ例えば不動産投資のですね、役立つ本とか、実際僕が読んだ本とか紹介して、まあそこが買ってもらうことでですね、広告が入るっていうので、それでまあ読んだ人も役に立つしっていうので、まあそういう風になってくるとみんなウィンウィンになるっていうのでですね、なんか良くもないものをこう売りつける、まあそういうイメージではないですね。自分自身が体験して良かったものを紹介して、まあ自分のとこから買ってもらえれば、まあみんな喜ぶっていう、そういうビジネスモデルになってますね。なので比較的ブログはですね、おすすめです。ただまあデメリットもあって、やっぱ1年ぐらいかかるのが普通なので、やっぱりプログラミングとかそういったですね、動画編集とか、そういうのに比べると、やっぱり最初はですね、お金確実に稼げるわけじゃないので、お金稼げない人も出てきますね。全く稼げない人も出てくるので、これはですね、どっちが向いてるかっていうのは一概に言えないので、確実に月5万欲しいとかっていう風になると、あんまブログとかよりもですね、労働収入型の方が確実になってくるので、まあそこはですね、どっち自分がやりたいかっていうんで、選んだ方がいいと思います。で、まあ、記事はですね、結構書いたら、まあ、資産としてはずっと読まれたりとかするので、まあ、どんどん書けば書くほどですね、役立つ、そのゴミ記事をいくら書いてもダメなんですけども、しっかり役立つ記事を書いておけば、Google は評価してくれて上げるっていうのがあったりとかします。ただ、やっぱり年々ですね、検索って厳しくなっていってて、
例えば健康系とかですね、Google の上位全然取れなくなっちゃったりとかしているので、そのジャンルがいきなりダメになったりする可能性もあるので、そういうですね、デメリットもあったりするので、よくですね、ジャンルは調べた方がいいですね。で、ガチであれば月5万円ぐらいは全然いけますし、ツイッターでもですね、いっぱいブログ始めて1年ぐらいで5万円いきましたって人はかなり多くいますと。で、大体はですね、もう1、2ヶ月で書かなくなって終わってしまうっていうのがほとんどなので、まずはですね、続けるっていうのが、あとPDCA 回しながらちゃんと勉強して、SEO だとかですね、そういう、スキルを勉強しながらやるのが重要ですね。で、これ勉強の仕方なんですけども、ブログで稼ぐ方法って僕再生リストを作ってますんで、詳細欄貼っとくんでよかったら見てみてください。あと人手ブログと黒根ブログっていうブログがあるんで、これ2つ見ておけば、全然完璧にできるようになるので、この2つもリンク貼っとくんでですね、ブログやってみたい人はぜひこの2つ見てみてください。むちゃくちゃ、両方友達ですけど役立つ情報を発信されてますね。で、あと YouTube で稼ぐってもですね、僕自身 YouTube ですごい稼がせていただいてるんで、おすすめではあるんですけども、これはですね、やっぱりブログよりかは厳しくって、やっぱり1年ぐらいかかると思いますね。普通の人が普通にやると。うまくヒットすれば面白く跳ねたりもするんですけども、で、やっぱブログよりも競争はやっぱ過酷ですね。求められるスキルとかもやっぱ喋りだとか、パワーポイントとか内容とかですね、ごまかしが効かないんですよね、動画って。記事はなんかね、みんな読み飛ばしたりするから、なんかふわっとしたものが入ってればごまかせたりするんですけども、喋りはね、ごまかせないんですよ。なかなか難しいですよね。で、1円も稼げない人の方が大多数でしょうね。で、広告つけれるようになるまで、チャンネル登録者数1000人と4000時間再生っていうのがあるんで、そこまでいかない人がほとんどですね。ただ自分の売る商品とかもすでに持ってるんだとしたら、それ経由で YouTube で売れたりとかするんで、広告収入以外だったら全然ありだと思いますね。で、まずはですね、遊び半分でちょっとやってみて、別にリスクないんで YouTube。これも今 iPhone で撮って、そのまま、ちょっと音の原因上げてアップしてるだけなので、全然ですね、初期投資、スマホさえあれば全然いけるんで、全然遊び半分であって楽しむのもいいし、試行錯誤しながらですね、続けるのがいいと思います。で、最近とかだとですね、パーカーさんテストとかパーカー大学生の日常ってむちゃくちゃ人気でですね、大学生の日常をボソボソちょっと方言で喋って、ご飯食べたりされてるんですけども、むっちゃバズってますね。すごいです、彼は。ここ1ヶ月ぐらいでチャンネル登録者多分20万人ぐらい増えてて、とんでもない勢いですね。多分今月に300万から500万ぐらいこれで YouTube で一気にバズってますね。多分始めてから半年とか10ヶ月ぐらいだと思うんですけども、こういう風にいきなり跳ねる人もいるんでですね、すごい YouTube 夢があると思います。まだまだ全然ですね。未だにね、こういう普通にご飯食べてるだけとかでも、そういう見てる人の心をがっちり掴めればですね、まだいける可能性があると。これまで何が当たるか誰一人予想はできないところが YouTube 面白いところですね。で、YouTube やりたい場合はですね、YouTube の始め方って僕再生リストやってるんで、ぜひ見てみてください。あと、池早さんがね、最近もう池早さんすごいっすね。YouTube の伸ばし方分かりましたっていう動画で、1日ね、チャンネル登録者数1000人以上伸ばされてて、僕も多分今月追い越されるんですけども、ものすごい勢いですね。10ヶ月、11ヶ月ぐらいね、全然チャンネル登録者数増えない期間があって、その期間も動画をね、コツコツ出し続けて、ようやくバズったっていうね、すごいですね。池早さんのこの執念みたいなのは、本当に試行錯誤とは、恐れてますね。これ爆発力は凄まじいです。あとこの増田内閣さんのノートもね、YouTube 始める人にとってはすごい初心者向けで無料の情報なので、ぜひ、詳細なとこね、見てみてください。むっちゃおすすめですね。あと僕もノート出してるんで、どうやって僕が YouTube 伸ばしてるか、知りたい人はこれぜひ買ってみてください。で、今ちょっと出したノートの販売とかもですね、意外と儲けれる人も多くて、体験談とかはですね、ノートっていうのは、有料で、本を書くみたいなイメージですかね。記事を書いて、それを値段つけて売るみたいな感じになっていて、自分の体験談とか失敗談とかですね、役立つ情報を価格をつけて売るみたいな感じで、意外とですね、みんなバンバン買ってくれるんで、儲けてる人はむちゃくちゃ儲けてますね。稼ぎまくってる人も多いですね。で、自分で物を売るってね、サラリーマンやってると、なかなかやっぱハードル高くて、自分の商品を作るみたいなのがなかなかね、恐れ多くて、僕もずっとマインドブロックかかってたんですけども、ようやくですね、こういうのもちょっとずつやり始めて、少しずつですね、抵抗なく売れるようになってきたイメージですね。僕自身もノート、細々と売ってて、さっきのノートなんですけども、
だいたい月に10万円ぐらいですかね、は売り上げたりしてますね。月によってはもっと上がることもあったりとかしていて、なんかあんまり宣伝してないので、誰かがツイッターとかで宣伝してくれると一気に売れたりとかするんですけれども、まあそんな感じでですね、ノートとかも、しっかりした役立つ情報を発信して買ってもらえればですね、意外と売れるんで、まあ体験談とかですね、情報を発信しながらノートと絡めていくと意外と稼げたりとかします。で、このキメラゴンってね、中学生の方がいて、これ今ね、むっちゃノートバズってて、ノート売りまくってるんですよね。数千部売ってて、1000円とかで。多分4、500万ぐらいノート稼いでるんですよ、ここ1、2ヶ月で。この中学生やばいですね。彼は、もう本当に中学生かってぐらいでいろいろ考えてて、まあ、YouTube をね、すげえ、完成されてて、末恐ろしいなっていう凄まじいですね。まあ、もうちょっと彼はね、ぶっ飛びすぎてて、なかなかね、こう、サラリーマンとかでも僕よりも多分はるかにスキルある人なんで、売り方とかも上手いですし、勉強僕もさせてもらってるんですけども、まあ、いろいろね、中学生が何百万稼ぐと賛否両論あると思うんですけども、まあ、そういう一つの方法としてはこういうこともできるよっていうんでね、ぜひ知っといた方がいいかなと思いますね。で、まあ実際あとはですね、不動産投資もですね、僕自身はむちゃくちゃおすすめではあるんですけども、まあちょっとハードルはここまでのやつかなり上がりますね。ここまでのやつはほぼなんかリスクゼロみたいな形でいけるんですけども、不動産投資はこれのもう経営になるので、ちょっとですね、全然別次元でちょっと考えてみてください。ただ、戸建てのね、不動産投資とかであれば、意外とね、100万円ぐらいから買えたりとかするので、比較的ですね、始めやすいかなと思います。で、まあイメージ的に100万とかで150万ぐらいで買って、まあ、100万ぐらいかけて直して、仕上がり200万ぐらいとかで、家賃5万ぐらいで貸せれば、意外とですね、ありかなっていう気はしてますね。まあ、これぐらいが、プロのっていうか、まあ、不動産投資家目線としては、まあ、これぐらいですね。まあ、ちょっとね、クレイジーマインドのポールさんとかはもっと、利回り、もっと吹っ飛んだ価格で、もっとクソ安く買ったり、タダでもらったりしてるんですけども、まあ、これが普通レベルかなっていう気はしますね。で、例えばですね、200万かけて月5万円入るんだとしたら、年間60万円なので、利回りですね、30% ぐらいになったりしますと。なので、まあ、これぐらいであれば、比較的ですね、収益性出るんで、面白いかなと思ったりします。これが利回り 10% とかなってくると、あんまり儲かんないんで、僕はそんなやらないですね。30% ぐらい欲しいですね、戸建てやるんなら。で、ただね、拡大のスピードむちゃくちゃ遅いんですよ。月5万円なんで年間60万円ですよね。で、まあ、税金とかいろいろ引くとですね、まあ、年間50万円ぐらいしか入らないので、200万出して50万円回収すると、丸4年かかるんですよね。だからまあ、なかなかですね、この融資使わずに現金で買い進めると、やっぱなかなかその現金回復が遅かったりとか、で月5万からですね、実際は空室出たりとか、リフォーム退去されたらとかですね、広告費払ったりとかいろいろあるんで、なかなかね、その辺が結構さっきのYouTube とかブログとかに比べると爆発力あんまないんで、ただね、もっとこれをね、10部屋買ったりとかしていくと、なかなか面白い世界になってくるんですけども、そういった感じで、まあ、戸建て投資とかであれば、このぐらいのイメージであればですね、月5万円稼ぐっていうのは比較的現実的かなと思います。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、まあ、100万で買って、リフォームいくらかかるかわからなくて、リフォーム2000万かかっちゃったりとかすると、総額1100万かかるんですよね。で、それで月5万円しか入ってこないとなると、全然割に合わないんで、まあそういうのはすごい注意した方がいいですね。このリフォーム費用はどれぐらいかとか、リフォームしても貸し出せなかったりとか、需要がですね、なかったりとか、あと最後売却ができるかどうかっていう、まあ土地の値段がつくようなところで売却できればですね、最後の200万回収できればですね、まあめでたしなんですけども、なのでそういったところは総合的に考えなきゃいけないので、あとまあ税金の対策だとか、ちょっと簡単ではないですけども、ただ不動産投資、ビジネスとしてはむちゃくちゃ王道でむちゃくちゃ硬いんで、ぜひですね、興味ある人は勉強してみてもらって、むちゃくちゃ僕はおすすめだし、再現性むちゃくちゃあると思ってますね。まあ、不動産投資家だからっていうのはあるんですけれども、YouTube とかよりかはかなり再現性あると思ってます。なので比較的ですね、戸建てぐらいから言うとリスク小さくて始めれるんで、まあ、区分マンションよりかはですね、戸建ての方がいいかなと思ったりしてますね。まあ、それも、再生リストで不動産投資のですね、始め方とか解説してるんで、ぜひ見てみてください。あと、ま、戸建てでですね、どういったとこ気をつけなきゃいけないのかとか、あと、ま、実際に僕190万で戸建て買ってですね、まあ、100万ぐらい直したっていう話を、ブログ、YouTube でやってるんで、まあ、そういうのもですね、ぜひ見てみてもらって、YouTube 不動産投資の話をかなり、細かくやってきてるんで、よかったら見てみてください。まあ、じゃあ、ここまでですね、いろいろやってきて、もう何をやればいいんだといっぱい紹介してきましたよね。
俺だったらこういう風にこんなことあるよってやったんですけども、これね、じゃあ何をやるべきかっていうと、なかなか難しい問題なんですけども、とにかくね、これだけ覚えておいてほしいのは、楽に稼げる副業はないんですよね。どれがおすすめですか？これやれば儲かります？ないです、残念ながら。お金がですね、こう楽に湧いてくることはないので、どれもやっぱ難易度あってできない人が出てくると。で、やっぱ継続的な努力、プラスアルファっていうのは絶対重要になってくると。で、それはですね、なかなか、続けるっていうのはとにかく難しかったりとかするので、何がおすすめかっていうと、今日いろいろ一通り紹介してみたのを目通してみてですね、自分に向いてるとか、自分ならこれできそうだっていうのを、なんかこうピンときたのあると思うんで、それをね、まずやってみるっていうのがおすすめですね。あと興味あるもの。これなんかスポーツとかと近いと思うんですよね。なんか、例えばおすすめのスポーツありますかとか言われて、誰だかわからない人に、じゃあね、ゴルフがおすすめですとか、じゃあサッカーがおすすめですとかね、いやいやいや、じゃあやっぱボクシングがおすすめですとか、言えないですよね。それやっぱね、こう、いろいろ個々の能力だとかですね、走るのが好きだったらマラソンがおすすめとかいろいろあるし、稼ぎ方とかも全然違ったりとか、興味があることとかね、走るの嫌いな人にマラソンおすすめでもしょうがないですよね。だからやっぱり自分自身が興味あるもの、何やったら自分ができそうかとか、そういうですね、個々の能力とか特性とか興味あるもの、それをですね、まずやってみるっていうのがいいですね。いくら調べても、やってみないことにはですね、全然わからなかったりとかするので、だからとにかく楽しみながらですね、今日いろいろ調べて、解説した内容をですね、いろいろ目通して興味あるものを勉強して、まずですね、やってみるっていうのがいいと思います。ちょっと不動産投資に関してはいきなりちょっと戸建て買ってみるとかリスクあるんで、それはちょっとやめてもらった方がいいですけども、あとYouTube 上げるにしてもですね、編集しないんだったら全然初期費用って無料ですし、顔出さなければ何のリスクもないので、なのでそういう風にとにかくやってみてですね、楽しいかどうか続けられそうかどうか、そういったとこから少しずつですね、自分が何向いてるか、それでやって少しずつお金自分で稼げるようになる、そういうステップが重要だと思います。まずはですね、興味持ったことからやってみるっていうのがいいですし、これをやれば確実に稼げるとか、これをやるべきだっていうのはないですね、残念ながら。もしあればですね、そういうのをなんかバイト捕まえて、僕はやらせてですね、不労所得で右から左にお金稼ぐみたいなことやっちゃうんで、そういう風にできないっていう世の中になってるんで、なのでですね、自分自身は興味あるものとか、特にできそうなものですね、喋るのがもう絶対嫌だっていうのにね、こう喋る YouTube やったりとかも嫌ですし、そういう風に自分が向いてるものからやるのが、僕はおすすめかなと思ったりします。ってことで、今からじゃあ何するかっていうと、労働系だったら、動画編集とかですね、プログラムとか、セドリとか、ちょっとやってみたいなとか、プログラムとかね、結構僕、プログラム好きだったりするんで、ちょっとやってみたいなとか思ったりした時期もありましたね。あと実際に僕がやってるものとしては資産性のやつでブログとか YouTube とか、不動産投資ですね。あとノート。こういったところをやっておくことで、継続的に物が売れていったりとかですね、人が集まって、YouTube とかもですね、多くの人に見ていただいて広告収入が入ってくるとか、そういったことができたりとかしてるんで、僕はどちらかというと下の方は得意ですね。上の方はあんまり経験がないですね。で、まずは、とにかくね、在庫持たないでいいっていうのがあるんで、小さく始めれるんですよね。ビジネスって。なので、とにかく副業で、小さくですね、在庫持たずに初期費用かけずにちょっとやってみて、いけそうかどうか、で、それで楽しいかどうか、さらに継続できそうかどうか、そういったところを実際にやってみるのがいいですね。どれだけ本読んでもやらない限りは、やっぱり、できないと思います。ただ何回も言うように、不動産投資だけに関してはいきなりクソ物件買ったりとか、しない方がいいので、そこは注意ですね。あと、高額な商材とかですね、セミナーとか、そういうコンサルとか、初期は別にいらないと思いますし、そういうのが本当に役立つかどうかってわからない状態で大金を支払ってしまうのは絶対やめた方がいいので、まずはですね、無料のものから始めて勉強していくのがいいと思います。で、とりあえずですね、1年後月5万っていうのは絶対可能なレベルなので、頑張れば。なので、継続的にですね、もし仮にできなかったとしても、そこに近づくことができるんで、まずは1円を稼ぐことを目的にですね、やり始めて、将来的には、1年後に5万円ぐらいになる。それはね、現実的にできる可能性があるので、今日の内容をですね、ぜひやってみていただいて、2020年ですね、素晴らしい1年を送って、2021年にはですね、月5万円になるようになっている人が、少しでも増えてもらえばいいな、そう思ってですね、動画で解説しております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、お金の稼ぎ方とかですね、投資の情報だとか、経済ニュースで役立つ情報を発信していってるんで、もしよかったらですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、いつも引き続きコメント、高評価ありがとうございます。非常にですね、いつも応援ありがとうございます。
ものすごい大変なんですけども、いや、原動力になってるんで、引き続きですね、役に立ったら、SNS とかシェアしていただいたり、コメントいただけると嬉しいです。またですね、Twitter で役立つ情報を発信しているので、よかったら登録お願いします。またですね、LINE アットで不動産投資のチェックリストをプレゼント中ですので、ぜひ登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。